はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、なんと今回ですね、これちょっとびっくりだったかな。新キャラ発表ということで、竹内さんのなんだよね、CV。ウルシです。ウルシが、なんと新キャラで登場いたします。はい、こちらですね。で、この後、ウルシと実際戦いましょう。EX のウルシとね、戦うんだけど、ウルシの特徴としては、連鎖。ウルシって、戦ったらわかるんだけど、最初は弱いんですよ。最初はそんな強くない。でも、相手に攻撃を上げれば上げるほどどんどん攻撃力が上がっていくっていうキャラクターで、連鎖だね。てめえの罪と向き合えとか、連鎖宣告とか。これ多分、EX の方で後で戦うのでわかると思うんですけど。で、コウの体術かな。これは完全コウ体術。だから、コウ体術は貴重ですよ。虎杖くん、今、こう虎杖くんしかいない状況。でも、どうかな、一応多分、限定キャラではない、限定っていうかさ、そういう周年系のキャラではないので、向上キャラになると思うんですよ。でも、ゆうきくんが強かったんだよね。さきちゃんはちょっとわかんない。ちょっとさきちゃんは SP 解放して強くなったキャラではあるけど、ゆうきくんって実際やっぱりずっと強かったから、ゆうきくん枠だとしたらウルシもすごい楽しみ。でもちょっと見てる感じどうなんだろうな。てめえの罪と向き合いは多分引きつけなんで、引きつける。ウルシが多分敵を引きつける。だから攻撃を食らったら、攻撃力が上がっていったりとかするキャラなんじゃないかな。一応、挑発っていうか、それがあるんでね。引きつけが。で、連鎖宣告。あれが、磁力が30使うっていうところがちょっと、どうなんだろう。わからないね。ちょっとこれは、14日に登場するので、それで見てみましょう。そして、まだいろいろあります。はい、連鎖宣告。これが、磁力30で使う技なんですけど、これを使っていくと、この連鎖カウントなるものがあって、これ今ここに4って書いてあると思うんですけど、これが最大10まであったかな。10で回避もついてる。だから幻虎杖くんかな、そんな感じになるかも。敵を引きつけて挑発して、で、挑発し、多分、自分の罪と向き合えで、相手を挑発してさらに回避率を 40% 上げるみたいな。で、回避すれば磁力が回復するよとか、火力上がるよとか、そういう感じだと思うんだけど、これでどんどん火力を上げていくっていうキャラクターになっていくんだと思います。こんな感じでね、ダメージアップ。と、連鎖カウント。だから多分連鎖カウントがあればあるほど火力が上がる、攻撃力が何パー上がるみたいな上昇とかそういう感じではあると思う。そしてこういう感じでね、これ見てください。これ多分必殺技打ったら全回速やればいいのかな多分これ10溜まったらとかありそうだね。これ10になった時見てください。これ磁力が170なんですよ。今まで磁力が0だったのに、急にこれ170のさらにプラスってことで、多分、磁力を貯めれば貯めるほど、その磁力っていうか、その連鎖が溜まってさらに必殺技打ったら、なんか、さらに覚醒するんじゃないのかなと。ちょっと今日、実際にまだ14日までね、でも多分、いつか、多分14日前、13日とかかな、に多分スキル紹介とかあると思うので、そのスキル紹介の時にまた見ますけど、まず、とりあえずは、今日、ウルシとこの後戦ってみたいと思います。はい。ということで、じゃあ今からウルシと戦っていきましょう。はい、じゃあ、ウルシが、ウルシはね、そんなめちゃんこ強いっていうわけではないかな。ちょっと戦いづらいなーみたいな。初めての地獄島だなっていう感じではあった。ちょっとアゲハがね、東堂いない。東堂いれば簡単なんだけど。で、サイジョも、戦いやすい。正直。全体技のキャラクターあげれば。で、ウルシがとりあえず、幻ね。幻が、弱点と。体術での近接単体攻撃のみ行うが、同時に自身の体術アップや確率回避を付与したり、相手に体術非ダメージアップや体術ダウンを付与するなど、多彩な攻撃を行う。一旦に3回行動。バトル開示、術式、トータルダメージカット付与ということで、体術で挑みましょうやっていう。で、なんといってもここだね。毎ターン開始時、自身にダメージ 20% アップを付与。これがね、強い。HP20% 以下で自身ダメージ 100% アップ付与。だから、多分ね、さきちゃんみたいな感じだと思うんだよな、この能力見てると。だから自身、さきちゃんが 35% 以下で火力がすごい上がるっていうキャラクターなので、それとすごい似てるんだと思う。だから、さきちゃん枠だとしたら、周年、ハーフアニバーサリー近いからちょっとステイでいいんじゃないってなっちゃうキャラクターになるかもしれないけど、でも逆に言うと、あれなんだよね、周年前だから、集金が始まる多分大体ファンパレさんっていうか、どのアプリもそうだけど、特にね、ファンパレさんの
もう動きで言うと集金が始まるんですよ。そう考えるとっていうところがね、まあちょっとめたい発言になっちゃうんだけど、ちょっとわからんすね。まあマキさんとかでも、まあせっかくだからちょっとマヒト使いたいんでマヒト使います。はい、この編成で多分いけるよな、これなら。多分いやどうなんだろう、わからんな。まあ負けたら負けたで、やっぱウルシ強いっすねってなるからいいでしょ。これでいけるわ。多分大丈夫。知らんけど。で一応幻虎杖くんがかなりウルシに強いかなっていうところはある。引きつけれるんだ。じゃあまずはもう万字蹴りで。でウルシは最初火力全然ないです。本当に強くない、言い方あれだけど全然強くないんだけど、だんだん強くなってくるっていうね。まず磁力試して、まあ、変形攻撃して万字蹴りして引きつけましょう。カプターンでヤクザキック変形で万字蹴りからの当たる。ほら全然弱いでしょこれ。 EX 全部当たるな回避してくれおーい、回避はいまあ行くか、行きましょう。疾走連撃で多分今引きつけたけどちょっと呪力回復したかったから引きつけただけであって、最初のウェーブこの必殺技溜まるまではもうそんな強くない。毎ターン 20% 上がると言っても5ターンで 100% 上がってもまあ2000なんだよ。でもねそれがね2周目とかこの必殺技2周目になってくるとねどんどん強くなってくるね。ほら 20%20% どんどん来ますから。でもブレイクするとそれが消えるから、まあ、なるべく早めにぶっ倒したいね。ブレイクは決めたい。だからマヒトンとかすごいいいとは思う。でも最初は別にそんな急がんでも大丈夫。大丈夫。いやでもウルシ楽しみだな。いやでもさ、なんか大森さんがなんかこの今後なんかネキさんが今後のこの新キャラの追加とかはあるんですかって聞いてた時に、いやーとか言って、多分これはまだ考えてないですって言ってたから、まあいつか出るだろうなと思ったけど、こんな早く出ると思わなかった。まあ早いって言ったらあれかもしれんけど、なんかまだ考えてないみたいなこと言ってたよね。確か初めてこの地獄島の紹介された時、こういうキャラクターたちがなんか出てくるんじゃない。だんだん火力上がってきたね。強くなってるよ。毎ターン 20% アップ。これはもう国戦打つか。国戦戦、いや一回託された打って国戦戦するか。まだいいで変形攻撃託されたユース撃1番。さあ次のターンで必殺技溜まっちゃうでしょ。これ一回ちょっと回復、いや必殺技のタイミングでブレイクしよう。これまだいい、大丈夫じゃん、まだ良い。回復もいらん、一応入れるか。多分大丈夫。国戦で託された一撃して次国戦打てば多分ブレイクはできる。ブレイクしたら火力が元通りなんで、必殺技、ちょっと必殺技食らったら一番怖いから。あとはね怖いの回避、一番怖いの回避。こういうことこの回避が虎杖くんの国戦の時に入ったらやべえ。今国戦打つか悩んだんだよな。確実なのは次国戦打つの絶対ブレイクできるんだけど、これね今ちょっと怖いっすね。もう今どんだけ上がってる、とんでもなく上がってるから、まあここブレイクしたい。頭角追放する。頭角追放除外大寸撃でいつから願い間違えた。使わない。でこれで多分いける。回避されなければ 10% だっけな。回避確率 10%だ。10分の1引かなければまあ引かんじゃろ。大丈夫じゃん。まあこれしかも外れた。こういうことがある。やばい、怖い。待って、当たってよ。待って、しかもこれデバフと攻撃デバフ入ってないじゃん。やば、当たってよ。当たるよね。10% よ。10% だよ。あぶねえ、怖っ。よーし、これでブレイクしたんで多分これで火力が元通りよね。元通りですね。いや怖かったこれで当たんなかったらちょっとやばかったかもしれん。変哲くれたり、託された一撃で、こっからまあ万字蹴りして磁力回復に勤しみましょう。よいしょ。さあ変節速レーターになった。これでブレイクしやすいので、まあ真人はかなりウルシに強いんじゃないかな。ブレイクするとやっぱり攻撃力元に戻っちゃう。で真人はやっぱりブレイクがすごい強いので、
よしこのままいける。だから火力が上がってない必殺技はそんな怖くない、恐ろしくない。これ一応ブレイク中でもさ火力って上がってんのかな。ちょっと今見れば分かるか。この後は火力は上がるんだね一応。いや上がってるか、上がってた、いや初めてだよね。ブレイク解除時に20今復活した。別にまあこれだったら何も問題はない、全て問題なし。で引きつけますか、万字切り。さあ虎杖君に攻撃してよいぞ。回避させていただこう。 40% 外させてもらうよ。この拳外れるよ。139強っ、当たる。まあいい、だね、食らわない。これが火力上がってたらやばかったね回 40% の回避とはあれなんかな。逃げるの絶対当たる。もう一回やってみよう。なんか悔しいから当たってくれよ。返して3回攻撃あって 40% 全部抜かれたってことなわけないよな多分。これでわかるわ。オッケーよかったちゃんと発動されてた。これは当たりそうだね。遠距離は多分ね。まあ1回隠す。まあいいでしょう。魂を立つ。国戦打ってもいいけど、まあ次のターンだな。オッケー、思想連撃で国戦。ウルシは結構優しいよな、戦ってても。一番やばいのはアゲハだと思うアゲハはな東堂いると余裕。東堂いるとかなり戦いやすい。あと戦い方分かればいけるのかな。一応クリアはしたけど一人もやられずにクリアがきつい。虎杖君回復しとくわ。なんかもしかしたらもし何かあった時やばいんで。国戦120国戦。さあ耐えられるかなウルシ君。外れた。国戦でも一つ分かったことがウルシが来た、思ったより早く来たってことはこっからハフバまでもしかしたら一気にウルシ、西条、アゲハ来るんじゃないのかなって思ってる。どうなんだろうね。このこっちかな。多分ハフバは地獄島のキャラは来ないと思うんです。わかんないよ、もしかしたら地獄島の何々みたいな、地獄島の〇〇とかが来るかもしれないけど、それ以外で言うと多分来ないと思うんだよね。だからナナミンとかもさ、地獄島のナナミンっていうか来る可能性あるよね。地獄島編ナナミンだからナナミンはもうさ渋谷だからもう出せないけど、この地獄島とかオリジナルストーリーだったら出せますよみたいな。それあったらすごい。ミス当ててよこんなマシナダルさん当ててください。7対3。間違えた。更新。まあ回復して使いますか。託された一撃。まあそこら辺も楽しみだけど、まあでも言うてハフバはおそらく渋谷事変だとは思う。まあ回避するね。 10% だよ。10% よなこれ回避。ちょっと待って見るわ。なんか回避率高くね。増えてるもしかして。やばい、これワンチャンやばいかもしれない。俺必殺技食らう。おらちょっと待ってくれ。これ回避は10% だよな。10% だよね確率が。20% か。まあ 20% ならありえるか。いやーでも回避されまくるな。これもっと倒してたのに絶対今真人の攻撃当たってれば。これで当たれば勝てる。いやでも倒せんかなこれ。どうだ倒してくれ。オッケーよかったまあ食らったとて多分耐えれるとは思うんだけどね。はい、というわけでこんな感じでウルシの戦ってみたらなんとなくウルシの分かってきたかなーっていう感じだけど、実際ねもちろん実際スキルとか見てみて、あとでゲットできれば使ってみてやってみたいなと思いますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ。バイバイ。